こんにちは、くぬぎけです。こんにちは。私たちは2022年10月から自分たちで DIY した軽バンで車中泊しながら全国を旅する夫婦です。九州の旅を終えたので、今回は九州一周にかかった期間、費用、ルート、走行距離などを発表します。加えて、私たちが行ってよかったスポットをジャンルごとに3つずつご紹介します。選ぶの大変だったね。そうだね。長いこと Google マップとにらめっこしてたよね。これから九州の旅を考えている方の参考になれば嬉しいです。ちなみに今流している映像は私たちが実際に旅した映像なので、合わせてお楽しみください。それでは最初に九州一周にかかった期間を発表します。そもそも私たちは旅の期限を定めずに九州の旅をスタートしました。夫婦揃って九州に行ったことほとんどなかったからね。そう、時間に追われて行きたいところに行けないっていうのが嫌だったんだよね。期限を定めず有名な観光スポットを一通り回った結果、約4ヶ月かかりました。10月から2月の4ヶ月間だね。九州はあったかい地域だから秋から冬にかけて旅できたのは良かったよね。1ヶ月くらいは YouTube 編集の時間に当てていたから、実際に旅した期間はだいたい3ヶ月かな。焦らずゆったりと旅をして行きたい場所すべてを回った場合、私たちにはこれくらいの日数が必要だったってことだね。続いて私たちの旅のルートをご紹介します。私たちは九市フェリーに乗って愛媛県から九州へ渡り、大分県の佐賀関から旅を始めました。そこから時計回りに大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、佐賀県、長崎県、福岡県の順に回り、関門海峡を通って本州に渡りました。ルート設計をする際に気をつけたことは、寒いエリアを暖かいうちに回っておくことです。具体的に言うと、熊本県の阿蘇黒川温泉、宮崎県の高千穂椎葉などは雪や凍結の不安があったので、冬になる前に行きました。実際私たちが九州に滞在している間、12月末に1回、1月に1回、合計2回雪が降りました。冬の時期は九州でも山道などでチェーン規制がかかりました。私たちもチェーンを準備して早朝や夜間の移動を控えるなどの対策をしました。宮崎県や鹿児島県は暖かい方だったから冬に滞在するにはいいかもしれないね。そうだね。同じ九州でも地域によって全然気候が違うので、季節をまたぐ長旅の場合は気候を踏まえたルート設計をおすすめします。続いて走行距離を発表します。4ヶ月の九州旅の合計は7072キロでした。俺らの場合同じ地域を行ったり来たりしてたからかなり非効率的だったよね。実際ガソリン代だけで約10万円かかりました。後ほど費用のところで発表しますが、九州一周の旅費の 20% 以上を占めました。事前に下調べして効率的なルートを組んでたら旅費も大幅に節約できた気がするな。そうやな。あと九州を一周して感じたのは、地域によってガソリンの値段が全く違うこと。同じ日で1リットルあたり20円以上違うこともあったしな。そうやんな。対策としては 55GS というアプリで地域ごとの平均価格を検索しておくこと。長距離移動をする際は事前に調べて安い地域で給油しました。もう一つ、車中泊の旅は荷物が重くなるので、燃費を良くするためにタイヤの空気圧を高めにして1ヶ月おきに点検をしました。ご参考までに、私たちが乗っている軽バンは三菱のミニキャブで、旅の間の燃費の平均はリッター 12.6 キロでした。続いて九州一周にかかった費用を発表します。もともと考えていた1ヶ月の費用の予算は10万から12万円程度で、車中泊と車で自炊しながら生活することでなるべく節約することにしました。4ヶ月の旅の総費用は46万3894円でした。数字で言うとすごい額だね。具体的に言うと、1ヶ月目の10月が13万7315円、2ヶ月目の11月が11万1618円、3ヶ月目の12月が10万7373円、4ヶ月目の1月が10万7588円、
なので1ヶ月の平均が11万5974円でした。1ヶ月の費用の内訳や節約方法などは以前に動画でまとめたので概要欄にリンクを貼っておきます。よかったら合わせてご覧ください。一つだけ私たちが費用を抑えるためにこだわったポイントをお伝えします。それは車内での生活を家に近づけたことです。例えば寝心地のいい布団にしたり、テーブルは掘りごたつにしました。自慢じゃないけど本当に居心地最高だよね。そうやよね。あとは冷蔵庫や炊飯器を使うことによって1日3食自炊ができたことが一番節約につながりました。おかげでホテルやカフェ、レストランをなるべく利用せずに旅を続けられて、車内でストレスなく生活することができました。詳しい内容は概要欄から車内紹介の動画も合わせてご覧ください。それではここからは私たちが訪れた場所の中からジャンルごとにおすすめのスポットを3つご紹介します。あくまで私たちの主観だからね。そう、独断と偏見で選んだね。まずは自然景観部門。一つ目は熊本県で阿蘇山の風景です。大観峰から見下ろした阿蘇カルデラの風景は圧巻やったな。すごかったよね。他にも見渡す限りの草原が広がる草千里ヶ浜や至る所から出ている綺麗な湧き水など唯一無二の自然を味わうことができます。車で旅をする人におすすめしたいスポットは道の駅阿蘇坊の里久木野で、駐車場から阿蘇山の雄大な景色を眺めることができました。おすすめスポットの2つ目は宮崎県で都井岬の風景です。ここは国内ではとても珍しく野生の馬が暮らしている場所です。太平洋を一望できる丘の上で野生の馬が駆け抜ける姿は圧巻でした。近すぎてちょっと怖かったくらいだよね。怖かったな。3つ目は日本最大の干潟有明海の風景です。長べた海礁路から見た夕日と道の駅鹿島から見た朝日に感動しました。年越しと初日の出をここで過ごしたんだよね。いい思い出。しっかり観光したい方におすすめなのはラムサール条約にも指定されている東岡干潟です。ビジターセンターで干潟に来る渡り鳥たちを観察することができます。ちなみに鹿児島県出水市には日本最大の鶴の渡来地があって、シベリアから渡来する鶴の群れと出会うことができました。偶然田んぼにたくさんいたんだよね。そう、ドライブ中にね、感動した。出水市鶴観察センターという拠点もあるので、10月中旬から12月にかけて旅をされる方にはおすすめのスポットです。次に歴史文化部門。一つ目は宮崎県の高千穂神楽です。高千穂神社の境内にある神楽殿で、なんと365日毎晩上演しています。集落の祭りとして受け継がれてきた伝統文化を間近に見学することができて本当に感動しました。これは結婚記念日の思い出やな。いい思い出。2つ目は熊本県で天草の佐津集落です。世界遺産の長崎天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に登録されている集落です。アクセスは決してよくはありませんが、施設が充実していて観光のしやすさは抜群でした。集落を歩くときはまず道の駅佐津の中でビデオを見てマップをもらうことをお勧めします。佐津資料館港屋にも立ち寄るとさらに理解が深まるはずです。歴史に思いを馳せながら街歩きを楽しむことができました。3つ目は佐賀県で日本の磁器誕生の地有田町です。至る所に可愛いお店やギャラリーがあって焼き物で栄える街の風景を楽しむことができました。散歩好きの人におすすめしたい場所やな。お隣の今治市にある大川内山の街並みも散策にぴったりだったね。このエリアを訪れる場合は最初に佐賀県立九州陶磁文化館に立ち寄ることをお勧めします。無料で有田焼の歴史や展示を楽しむことができます。次に道の駅部門。道の駅は下道で車旅をする人にとっては拠点となる場所です。ご当地の食材を買ったり情報収集や休憩をしたり、私たちは合計で75カ所の道の駅を訪れました。めっちゃ行ってるな。お世話になりました。
自然景観部門で道の駅鹿島、道の駅遊ぼうの里久野の2つは取り上げたので、ここではそれ以外のスポットをご紹介します。1つ目は道の駅上天草サンパール、2つ目は道の駅宗像。この2つは買い物が楽しかった道の駅で、とりわけお魚が好きな方におすすめしたい場所でした。3つ目は道の駅水俣です。ここは水俣病の原因となった水銀を含むヘドロを13年の歳月をかけて埋め立てた土地の上に立っている道の駅です。店内にはカフェやレストランもあって、とても洗練された空間でした。私たちは水俣病資料館も合わせて訪れたので、水俣病の歴史を体感することができました。歴史を感じられるスポットやな。次にお風呂部門。九州は公衆浴場が充実していて、リーズナブルに温泉を楽しむことができました。私たちは2日に1回の頻度で温泉に浸かりました。平均入浴価格は450円でした。安かったな。そうやね。銭湯に行く価格で温泉巡りを楽しむことができるのはやっぱり九州の魅力だと思います。今回は私たちの主観で観光客におすすめの雰囲気のいい温泉を紹介します。泉質は詳しくないのであまり考慮していないです。空間として魅力的だった場所を選んだね。一つ目は熊本県で山鹿温泉の桜湯です。温泉の湯船に浸かりながらレトロな建物を楽しめます。特に中のレトロな広告看板がすごく可愛いので注目です。温泉はぬるめなのでゆったりと浸かりながら雰囲気を味わうことができました。2つ目も熊本県で黒川温泉です。1枚の入浴手形を買うと27カ所の旅館の中からお好きな3カ所を選んで回ることができます。露天風呂から見える大自然の風景を楽しみながら温泉に浸かることができました。3つ目は大分県で長湯温泉のラムネ温泉館。有名な建築家が建てた可愛くておしゃれな建物の中にあります。ラムネのようにシュワシュワな炭酸泉を楽しむことができました。番外編として温泉の風景を楽しめる場所を2つご紹介します。1つ目は鹿児島県にある指宿温泉の砂蒸し風呂で、砂浜から湯気が立ち上る風景にめちゃくちゃ感動しました。2つ目は長崎県の雲仙温泉にある雲仙地獄で、至る所から高温の温泉と煙が湧く地獄の風景は圧巻でした。温泉街は風景も楽しめるから面白いな。そうだね。次にカフェ部門。私たちはコーヒーが好きなので事前に調べて気になるカフェに立ち寄りました。その中で特におすすめしたいスポットをご紹介します。1つ目は熊本県の長崎二郎喫茶室です。国の有形文化財にも指定されている建物の2階にあります。1階は森鴎外や夏目漱石も訪れたという歴史のある書店です。路面電車を眺めながらコーヒーを飲む時間は幸せやったな。幸せだった。2つ目は大分県にある豆の門屋です。のどかな田園風景の中にあるアットホームなカフェで、庭に自家焙煎小屋があって、そこで焙煎したコーヒー、そしてお豆腐チーズケーキや豆乳プリンといったスイーツもたまらなく美味しくて癒されました。国東半島は宇佐神宮や双子寺などの寺社仏閣巡りができる場所なので、歴史や文化が好きな方は合わせていくとディープな旅になること間違いなしです。3つ目は佐賀県にあるオリオリです。古道具の販売や洋服のリメイクもしている喫茶店で、店内にあるレトロで可愛いインテリアや販売品に癒されながらゆったりとした時間を過ごすことができました。私たちは古湯熊野川温泉郷と合わせて訪れて最高の旅となりました。最後にグルメ部門。私たちは3食すべて車内で自炊をしました。なのでお店の紹介などはできませんが、印象に残った食べ物を3つご紹介します。1つ目は鹿児島県で坂本の黒酢です。ここは情報館が併設していて、黒酢を使った商品の試食・試飲ができます。何よりも感動したのは、一面に広がる壺畑と桜島の風景を見学できたことです。
お土産に購入した黒酢はその後の車中飯で大活躍しました。壺畑は一見の価値ありよな。ほんまに。2つ目は宮崎県の宮崎茶房です。私たちはコーヒーやお茶を毎日飲みますが、ここの緑茶は格別に美味しくて感動しました。お店の前には茶畑が広がり、さらにその先に見える阿蘇山までを一望することができました。宮崎を代表する観光地高千穂の近くにあるので、時間のある方にはおすすめです。3つ目は大分県の郷土料理団子汁です。県内ではほとんどのスーパーで販売していました。団子という名前なので丸くこねたものかと思ってたら、きしめんのような形でした。すっごくもちもちして歯ごたえがあってハマって何回も食べたよね。そうだね、また食べたいけど売ってないな。寂しいな。以上、私たち夫婦が実際に九州を一周して感じたこと、そしてリアルな情報をお届けしました。今回ご紹介したスポットに関連する動画を概要欄に載せておくので、よかったら合わせてご覧ください。九州の旅を計画されている方にとって何かしらの参考になれば嬉しいです。九州の旅は終わりましたが、これからも日本一周の旅をお届けしていく予定です。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。